もらっていいですか。はい、いいや。普通に触るとオーバー。よし、聞いたぞ、ループ。全然回転の影響食らわなくなります。そう、変わってないよ。はい。やべえ。タックルドライブ得意な人もいますからね。長く触ってあげれば落ちない。聞かなくていいな。そう。じゃあ、やすん。はい。今度はちょっとバックブロックを。バックブロック。ちょっともうバックブロック止まんない。OK です。やりましょう。お願いします。はい。じゃあまずバックブロックの基本なんですけど、まず1個大事なことが、ラケットの位置ですね。はい。これがすごく大事。はい。で、どの辺に構えるかっていうことなんですけど、まあ身長によって違うんですけど、僕の中では胸の前ぐらいがいいです。おへその前じゃなくて胸の前。結構高めの位置に見える感じが。下がりましょう。自分が。それだ。はい。自分が低く構える。それだ。で、卓球台の高さにこう合わせてやる。それブロックできる人っていうか、卓球前人のブロックだそれ。それ。ここ。ごめんなさい。それだ。ここ。いや、それだ。ここ。そうか。これがへその前だと。ちょっとやります。もう鍋ぶみたいになります。まあコーチの方とかはね、もう相手のことをよく見て、しかも疲れないためにこういうやり方する。あの人たちってもう何十年も卓球やってめちゃくちゃ感覚がいいんですよ。もうできちゃうんですよ、これでも。でも初心者がこのサボり方をやると、もうそこから先未来他の技術に発展しない。カウンターとかもできない。で、強い球も取れなくなっちゃう。なので基本的にはこう胸の前を意識して、こう基準としてはね、ラケットが肘よりも下にあっちゃダメです。これ肘があって下にラケットがある状態、高さとしてはこれはダメ。肘と同じ高さか肘より上でもいい。肘より上の方がブロック止まるイメージありますね。ブロックめっちゃ硬い人ってそうだ、そういうこと。そうもう見た感じでね、もうミスんないんだよね。やばい、壁や。ブロックめっちゃ硬い人ってそうだ、そういうこと。そうもう見た感じでね、もうミスんないんだよね。やばい、壁や。壁や。あともう一点、体にラケットが近すぎるとこれ止まんないです。押されちゃうんですよ。で、ここにしっかり隙間を作ってあげる。逆に隙間必要です。ちゃんと作った。これがこうやって近いとなんかね、変に力んじゃってうまく止まんないんですよ。もしくは押されやすい。で、遠いとこの腕がつっかえ棒になるイメージですね。だからここにつっかえがあるから押されない。ずっと止まるぜ。これ終わんないやつ。ずっと止まるぜ。これ終わんないやつ。よっしゃ。ブロック一つで。そう、この構えるポイントっていうのをすごく大切なんで意識してください。で、その時にラケットなんですけど、真横じゃなくてちょっと立てた方がいいですね。なんかブロックすごい鉄壁の人って割と立ってる人が多い。立ってる方が回転の影響を食らいにくくて、押されにくい、そういう特徴がある。ただ完全に立っちゃうともうこれ以上何もできないじゃないですか。これだとバックドライブ覚えらんない。下回転どうやって上げるのって。なんで最初斜め45度ぐらいからやってもらって、で逆にすごく上手くなってきたら横でもいいのかな。ブロック。そう横だとカウンタードライブとかが今度できるようになる。流行りの伸ばすバック。これ立ってると伸ばし系とかかける系ができないので、じゃあそこ最初気をつけないと。だから最初45度ぐらいでスタートして、逆にトップの選手はもう確かに結構横向いてる。でも初心者が横向けるとめっちゃ回転の影響を受けるんですよ。だからそこ注意してください。はい。で、スイングのところなんですけど、基本的に相手が強い球を打ってきてるので振りたくないですよね。振るとカウンターなんでブロックの基本ができなくなっちゃう。
でもバック動くんですよやっぱり。あー手首がわかる手首動いちゃうんですよこうやって。ちょっとやってみますね。わかる。うわ、入ったらいいけど。入ったらいいけど。ちょっと感覚あるんで入っちゃいますけど。普通は入らないから。ああ、むずい。まあ今みたいにちょっとボールが速かったりしたらそうそうそう、合わないんですよ、ね。合わないですよね。入ったり入らなかったりみたいな。じゃあ振らない意識としては最初は両手でこう持ちましょう。こうむしろ左手でブロックしてんじゃないかぐらいの左手でイメージで。ちああ、ょっといきますね。うん。これ絶対動かないですよ。左手の意識で。あ、本当だ。本当だ。止まってる。おお、止まってる。あ、今今。このぐらいの意識でいいです。いや、本当動かさない。動かさない意識で最初スタートします。でもこっちで持ったら動かないですからね。まあ確かに確かに。はい。でここに右手を添えてあげるぐらいの。で逆なんですよ。右手でラケット持ってて動かす練習をするから動かしちゃうんで、もう動かせない持ちようにしちゃえばいい。本当だ。それだともう。はい。でここに右手添えて。そうか。逆なんですよ順番が。そうすると動かさない感覚が。うん、確かに確かに。ああ、いいいい。ナイスブロックだ。はい。できるので、もし動かしちゃってインパクトがこう強くなりすぎてミスしちゃう方はこっちから始めてみる。左手から。はい。それ左手から始める。新しいな。新しいっていうか、でも確かにその力感覚めっちゃはい。わかりやすいです。はい。その感覚でしちゃうんで、もう動かせない持ちようにしちゃえばいい。本当だ。それだともう。はい。でここに右手添えて。そうか。逆なんですよ順番が。そうすると動かさない感覚が。うん、確かに確かに。ああ、いいいい。言ってください。でこの力の入れ方なんですけど、グーって力入れっぱなしだとうまくいかないし、緩すぎてもうまくいかないです。おお、難しいな。はい、だから緩めておいて、当たる瞬間に両手でグッて握る感じ、両手でグッて握る感じ、そのインパクトの瞬間を意識するぐらいの感じでいいです。そんなすごい力も入れなくていいし、でも入れっぱなしだともう動かなくなっちゃうんで、抜いておいて来た場所にこうポッて合わせながら軽くキュッと握ってあげる、そのぐらいの感じです。いきます。ああ、いいね。安定してる。押されない押されなくなります。このキュッて握る感覚で押さえにくくなるんで、はい、いきます。ああ、いいね。安定してる。押されないこうブロックしてるとき、こうやって今ワンコースでやってるんですけど、ワンコースでやっててもやっぱり、ね、多少ドライブのコースバラバラに来ちゃうので、この時にどうしたらいいかっていうと、手で合わせちゃダメです。今胸の前で構えてて、なるべく体の中心、この相手から球が例えばこっちに来た、ちょっと左に来たらこの中心をこっちに持ってくる、右に来たら自分から見て右の方に来たらおへそから自分の体の中心をこっちに合わせる、こういうまあ足が動けば足一歩出してもらってもいいです。右に来れば右足出せばいいし、左に来れば左足出せばいいで、時間がないときはもう重心移動、こういう足動かなくても重心移動、とにかく来たラインとこう自分の中心を合わせる、そういう意識でやってください。はい、まあこっち来たりこっち来たり、こうやって合わせてもらうと押し負けにくくなります。これ手でいったらもう絶対ダメです。はいせっかくだ。じゃあ応用でめちゃくちゃ回転のかかったループとか来たらどうしたらええねんと、うわ、ちょっとやってみます。多い悩み。同じようにやりますよ。せっかく胸の前で体の中心回してるのにオーバーしちゃう。どうしたらいいのかっていうと、オーバーするとみんなかぶせようとするんですよ。これもやっちゃダメです。かぶせないでください。
これかぶせて収まるんだったらプロの選手全部こうやってブロックしてるってことになっちゃいますよね。そうです。プロの選手のボールめっちゃかかってるわけだから、確かにでも普通にこうやってブロックするじゃないですか、ループでも。確かにそこまで極端なやらないですよね。面は作ってないですよね。ですよねブロック時特に。はい。じゃあどうやってるのかって言ったら、基本は同じでボールタッチだけ変えてます。うわ。じゃあちょっとしたあれだけ簡単には止まっちゃうってこと。そうです。その感覚だけ同じ打ち方でいいです。感覚だけ変えます。うわ、それ一つ。どうしたらいいのかっていうと、ボールを短く触る。すぐに手放してあげる。うわ。はい。で、ぶっちゃけ初心者の方からすると何を言うとんねんとそうできねえよみたいな。でこの時の感覚のイメージとしては、僕のイメージですけど、熱いものにペッて触っちゃった時、熱って引っ込めるじゃないですか。そうそう。でも短い時間ペッて触る感じ、あの感覚です。ちょっとループもらっていいですか。いいよ。普通に触るとオーバー。よし、聞いたぞループ。短く触る。全然回転の影響食らわなくなる。いいですか。いいよ。普通に触るとオーバー。よし、聞いたぞループ。短く触る。全然回転の影響食らわなくなります。しかも振り方一緒。一緒でしょ。特に変わってない。基本一緒です。さっきとブロックのベースは変わってないよね。やべえ。はい。要は長く触ると相手のボールに打ったボールに回転かかってるから、長く触ると自分のラバーの回転の影響を受けてピヨーンっていっちゃうんですよ。でも短いと影響を受けなくなるんですよ。ボールタッチが短いとポッて出しちゃえば。なるほど。そのかかってるボールに対してはやっぱちょっと短めにさ。そう。ただかかってないボールとかちょっとやっぱ長く掴んでもらうみたいな。落ちちゃうなっていう時は多分思ったよりかかってない時なんで。ありますよね。長く触ってあげれば落ちなくなる。っていうことなんですよね。っていうことです。その意識だとすげえわかります。ナックルっぽいドライブもらって、かかってそうだけどかかってない球、短く触るとポロって落ちるんで、ナックルドライブ得意な人もいますからね。長く触ってあげれば落ちない。ナックルドライブ得意な人もいますからね。長く触ってあげれば落ちない。そう。だから無理してこうやって角度で調整するんじゃなくて、回転見極めることができれば触る時間を調整する。なんか相手思いっきりかけたなって振りで、めっちゃ振ったなと思ったらもう短くポンって触ればいい。そういうイメージですね。はい。じゃあ逆にオーバーミスしたらこの人にかかってるからもっとやんなきゃなって。試合中にもっと短く触ろうみたいな。っていう意識もできるってことですね。はい。あとで試合中の後半に対応がそうだんだんできる。早くできるようになるってことですよね。ただし振っちゃう癖のある方、は短く触ろうと思っても振ると長くなるんですよ。振るともう長く触っちゃう問答無用で、だから基礎のところからしっかり練習して感覚をつかんでおいてください。なるほど。ありがとうございます。はい。これ終わんないやつ。ループもらっていいですか。いいよ。普通に触るとオーバー。よし、聞いたぞループ。短く触る。全然回転の影響食らわなくなります。そう変わってないよね。やべえ。ナックルドライブ得意な人もいますからね。長く触ってあげれば落ちない。そう。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。